今日も一日ご苦労様でした。このチャンネルはあなたを心地よい睡眠へと誘う朗読チャンネルです。現実から離れ、癒しの時間をお過ごしいただくため、オリジナルストーリーであなたを別世界へと導く物語をお届けします。この動画はファンタジー、ショートストーリーを30話お届けします。当チャンネル、眠りの語り部では、あなたの夢のお供になる物語をご用意していますので、深い眠りへと旅立つ前に、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは、おやすみなさい。時間の迷宮。昔々、遥か彼方の小さな村に、時間を操ることができると言われる伝説の迷宮がありました。この迷宮は、探し求める者にのみその入り口を表し、中には、過去や未来への扉が無数に隠されていると言われていました。ある晩、心優しい青年アレックスは、村の古老から、この迷宮の話を聞きます。彼は時間を超えて故郷を救う方法を見つけ出したいと思い立ち、伝説の迷宮を探し始めました。月明かりのもと、アレックスは森の奥深くに現れた謎めいた入り口を見つけます。勇気を振り絞り、迷宮へと足を踏み入れた彼は、まるで別世界に来たかのような感覚に包まれました。壁には古代の文字で書かれた謎解きがあり、それを解くごとに新たな扉が開かれていきます。時間が流れる感覚を失ったアレックスは、迷宮の試練を一つずつ克服していきました。そして、ついに時間の心と呼ばれる部屋にたどり着きます。そこには、時間を象徴する大きな時計があり、その針が静かに動いていました。時計の前に立つと、アレックスの心に、古老の言葉が響きます。真の勇気は時間を超える力ではなく、現在の一瞬一瞬を大切に生きることにある。アレックスは突然、自分が何のために迷宮を探し求めていたのか理解しました。彼の目的は過去や未来を変えることではなく、今この瞬間を全力で生き、愛する人々との時間を大切にすることだったのです。その瞬間、迷宮は輝く光に包まれ、アレックスは村に戻りました。彼は時間の迷宮から得た教訓を胸に、村人たちと共に今を精一杯生きることを誓います。そして夜が更けていく中、アレックスは静かに眠りにつきました。時間の迷宮が教えてくれたのは、過去や未来ではなく、現在の大切さでした。物語は終わり、聞いているあなたも、心地よい眠りに誘われるのでした。未知との遭遇。ある時代、ある場所に魔法が息づく森がありました。この森は魔法使いや妖精、伝説の生き物が共存する神秘の地で、人々はその境界を越えることを恐れていました。しかし、好奇心旺盛な少年エドワードは森の奥深くに隠された秘密を解き明かすことを夢見ていました。エドワードの冒険はある静かな夜に始まりました。月明かりだけが道を照らす中、彼は森へと足を踏み入れました。歩みを進めるにつれ、不思議な光や音が彼を包み込み、エドワードはまるで別の世界に迷い込んだかのように感じました。深夜、エドワードは森の中心にある古代の遺跡を発見しました。遺跡の中央には巨大な石の門があり、その門は未知の世界への入り口であると伝えられていました。エドワードが門に触れた瞬間、光が溢れ出し、彼は未知の世界へと導かれました。この新しい世界は、彼がこれまでに見たとの場所とも異なり、空には2つの月が浮かび、奇妙な生き物が自由に飛び交っていました。エドワードは、この世界の住人である古代の竜と出会いました。竜はエドワードに、未知の世界が彼を待っていた理由を語り始めました。竜によれば、エドワードは両世界をつなぐ者として選ばれ、森の秘密を守る使命が与えられていたのです。
彼は魔法の力と古代の知恵を授かり、その力を使って自分の世界と未知の世界の間に生じた不和を解決することになりました。エドワードは新たな力を身につけ、自分の世界へ戻りました。彼は両世界の平和を守るために、自らの経験と学んだ知識を活用して、多くの冒険と試練に立ち向かっていきました。未知との遭遇は、好奇心が導く冒険と自己発見の物語であり、未知への恐れを乗り越え、新たな可能性を追求する勇気を私たちに教えてくれます。エドワードの旅は、魔法の世界と現実世界の間で永遠に続いていくのです。遥かなる世界の記憶。遠い遠い昔、世界はまだ若く、未知の秘密で満ち溢れていました。その時代、世界は多くの文明によって形作られ、それぞれが独自の知識と技術、魔法を発展させていました。しかし、時の流れとともに、これらの文明の多くが失われ、その記憶は遥かなる過去のものとなりました。物語の主人公、アミルは古代文明の研究者で、失われた知識を追い求める情熱を持っています。彼は一つの伝説に導かれるまま、失われた文明の最後の秘密を解き明かすための旅に出ます。その伝説とは、遥かなる世界の記憶が封じ込められた、記憶の石の存在でした。アミルの旅は、困難で危険に満ちていました。彼は荒れ果てた大地を越え、忘れ去られた神殿を探索し、古代の守護者たちと対峙します。旅を通じて、アミルは過去の世界が直面した試練と繁栄、そして滅亡の物語を次々と発見していきます。ついに、アミルは記憶の石が隠されている場所を見つけ出します。石に触れた瞬間、彼の心と精神は古代の世界の記憶に満ちた空間へと引き込まれます。そこでは失われた文明の創造者たちが彼を迎え、彼らの知識と魔法、そして過去の世界が直面した警告をアミルに伝えます。記憶の石から戻ったアミルは自らの使命を悟ります。彼は失われた知識を現代の世界に取り戻し、古代の教訓を人々に伝えることで同じ過ちを繰り返さないよう導くことです。アミルの研究と冒険は、遥かなる世界の記憶を未来へと継承するきっかけとなりました。遥かなる世界の記憶は、失われた文明とその遺産についての物語であり、過去から学び、未来をより良くすることの重要性を教えてくれます。アミルの旅は、過去と現在、そして未来がつながる大きな物語の一部であり、我々にも遥かなる記憶を探求する勇気と知恵を与えてくれます。美しき異世界の旅。遥か彼方の未知なる世界に一人の旅人がいました。彼の名前は空。空は夢見る心を持った冒険家で、常に新しい世界を探求することを夢見ていました。ある日、空は古い図書館で一冊の古びた本を見つけました。その本は見たこともない美しき異世界への入り口が、この世界のどこかに隠されていると記されていました。空の心は冒険の熱で満たされ、すぐにその入り口を探し始めました。長い旅の末、空は遠い山の中腹に隠された古代の門を見つけ出します。門は神秘的な光に包まれ、そこからは美しくも未知の世界が広がっていました。空は迷わずその門をくぐり抜け、異世界への旅を開始しました。この新たな世界は想像を超える美しさに満ちていました。空には二つの太陽が輝き、地上には奇妙な形をした木々や花々が生い茂り、空中には色とりどりの鳥が舞っていました。空はこの世界を探索し、その地の生き物たちと出会い、彼らの言葉を学びました。生き物たちは空を温かく迎え入れ、彼らの知識と文化を惜しみなく分かち合いました。
空は異世界の中で多くの脅威を体験しましたが、最も心に残ったのは夜空を照らす光の川でした。それはこの世界固有の現象で、無数の光が空を流れるかのような美しい光景でした。空はその光の川の下で、この旅が彼にとってどれほど貴重な体験であるかを熟考しました。やがて空は自らの世界へと戻る時が来たことを悟ります。彼は新たな友人たちと別れを告げ、古代の門を通って元の世界へと帰還しました。帰還した空は、この美しき異世界の旅の物語を人々に語り継ぎました。彼の話は、夢を追い続ける大切さと、道への好奇心を育むことの価値を伝えました。夜が更け、あなたは空の美しき異世界の旅の話に心を奪われながら、穏やかな眠りに誘われます。あなたの夢の中で、もしかすると、新たな世界が待っているかもしれません。光の彼方へ。かつて遥かなる魔法の王国に、光と闇の力が均衡を保つ古代の法則がありました。この王国の最果てに住む若き魔法使いレナは、自然と語り合い、星の歌を聴くことができる、特別な力を持っていました。しかし、彼女は自分の力の源をまだ知りませんでした。ある夜、空には見たこともないほど大きな星が現れ、レナはその星から不思議な呼び声を感じ取りました。この星は光の彼方、忘れ去られた神秘の力のメッセージを運んできたのです。レナはこの星が自分の運命と深く結びついていることを直感し、その秘密を解き明かす旅に出る決意を固めました。レナの旅は困難でした。彼女は厳しい自然の試練を乗り越え、闇の力が跋扈する地を横断しました。途中、彼女は優しい心を持つ獣や言葉を持たないが意志を感じさせる樹木と出会い、彼らから多くの教訓を学びました。彼らはレナが光の彼方への道を見失わないよう、助けを提供しました。旅の最中、レナは自分の中に眠る古代の力に気づき始めます。彼女はこの力を使って途中で遭遇する困難を解決し、次第に自分自身とその能力に自信を持つようになりました。レナは闇を乗り越え、ついに光の彼方にたどり着きます。そこは時間と空間が交差する神秘の場所でした。光の彼方でレナは自分の運命とは光と闇のバランスを保つことにあるという真実を知ります。彼女は自分の力を使って世界に平和と調和をもたらす鍵を握っていたのです。旅を通じて得た知識と力を使い、レナは王国に帰り、光と闇の均衡を取り戻しました。この物語は自分自身の中にある力を信じ、困難に立ち向かう勇気を持つことの大切さを教えてくれます。レナの物語は光の彼方への旅としてだけでなく、内面の旅としても私たちに多くのことを語りかけています。秘境探検、未知なる星。宇宙の彼方、人類がまだ足を踏み入れたことのない未知の星、ゼファーを舞台にした物語です。この星には生命の存在が確認されており、地球から派遣された探検隊がその謎を解き明かすために旅立ちます。物語の主人公、リナは天文学者であり、この探検隊の一員です。リナとその仲間たちは最先端の宇宙船でゼファーに到着し、星の奥深くを探検します。彼らが発見したのは豊かな生態系、見たこともない植物、そして思いもよらない生命体でした。しかし、探検は困難に満ちていました。ゼファーの環境は予測不能で、突如として発生する自然災害や未知の生物の脅威に直面します。探検隊は技術と知識を駆使して、これらの困難に立ち向かい、ゼファーの秘密を少しずつ解き明かしていきます。
探検の中で、リナはゼファーに古代文明の遺跡を発見します。遺跡は星にかつて高度な文明が存在したことを示唆していました。リナと探検隊は、この文明の滅亡の謎を解き明かす手がかりを求め、遺跡の調査を進めます。遺跡の調査を通じて、リナたちはゼファーに隠された壮大な物語を発見します。それは宇宙の歴史に影響を与えた文明の攻防と星々をめぐる壮大な冒険の物語でした。そして彼らはこの文明が直面した運命が地球との深い関連があることを知ることになります。物語の終わりにリナと探検隊はゼファーの秘密を地球に持ち帰ります。彼らの発見は人類の宇宙に対する理解を深め、未来の探検に新たな光を投げかけます。秘境探検、未知なる星は、未知への探求と冒険の精神、そして人類が宇宙とどのように関わっていくべきかを問う物語です。リナと探検隊の旅は、我々にも未知の世界への好奇心と、その探求における勇気を与えてくれます。魔法の森の秘密。ある静かな夜、小さな村の外れにある魔法の森の淵に、一人の少年が立っていました。彼の名前は、レオ。レオは、冒険心が強く、森の中に隠された秘密を探し出すことを夢見ていました。この夜、月明かりが森を照らし、何か特別なことが起こりそうな予感が、空気に満ちていました。レオは、深呼吸をし、勇気を出して、森の中へと、足を踏み入れました。森は静かで、ただ自分の足音と遠くで鳴る動物たちの声だけが聞こえます。歩き続けるうちに、レオは不思議な光に気づきました。それは、輝く花々から放たれている光でした。花々は、レオに道を示しているようで、彼はその光を追いかけました。やがて、レオは森の中心にある小さな湖にたどり着きました。湖の水面は月光で輝き、その中心には一本の光る木が立っていました。レオがその木に近づくと、木は優しく光を放ち、そしてまるで歓迎されているかのような感覚に包まれました。突然、光る木から優しい声が聞こえてきました。勇気を持ってここへ来た者よ、魔法の森の秘密を授けよう。この森は希望と夢を守る場所。あなたの心の中にもこの森のように美しい光がある。その光を大切にして夢を追い続けなさい。レオはその言葉を胸に刻み、森から出てきました。彼はもう以前のような少年ではありませんでした。心に深い勇気と夢を持った新しい自分に変わっていました。魔法の森の秘密は自分自身の中にある光を見つけ、それを信じて進む勇気でした。レオは家に戻りながら、これからの人生で、この大切な教訓を忘れないことを誓いました。そして、静かな夜が更けていきます。森は再び静寂に包まれ、魔法のような一夜が終わりを告げました。星々の囁き。かつて遠い遠い魔法の国に星々の言葉を理解することができる少女エリナがいました。彼女は夜空を見上げるたびに星たちが囁く神秘の言葉を耳にしていました。星々はエリナに世界の秘密や未来のこと、そして遠く離れた場所の出来事を教えてくれました。エリナの村では星々の囁きを聞くことができる者は代々村を守る守護者とされていました。しかし、エリナがその力を受け継いだ時、村はすでに長い間平和で、星々の言葉を必要とすることはほとんどありませんでした。そんなある日、星々が突如として、激しい囁きを始めました。それは、遠くの国を襲う大きな危機についての警告でした。エリナは、星々の囁きを無視することができず、危機を伝える旅に出ることを決意しました。彼女は魔法の杖と古い地図、そして星々の言葉を頼りに
未知の世界へと足を踏み出しました。旅の途中で、エリナは様々な生き物や魔法使いたちに出会い、困難や試練を乗り越えながら、ついに渓谷の国へとたどり着きました。国の人々は、はじめはエリナの警告を信じようとはしませんでしたが、彼女が星々の言葉を介するものであることを知り、やがて心を開きました。エリナと国の人々は、協力して危機に立ち向かい、ついにそれを乗り越えることができました。国はエリナに深い感謝の意を表し、彼女は英雄として称えられました。エリナは村に帰ると、星々の囁きに耳を傾け続けることの大切さを村人たちに語りました。彼女の物語は世代を超えて語り継がれることになりました。そしてエリナは毎晩、星々の言葉に耳を傾けながら、夜空を見上げては遠く離れた友人たちとのつながりを感じていました。星々の囁きはエリナにとってただの声ではなく、遠い世界との橋渡しであり、彼女の人生を変える冒険への招待状だったのです。星影の伝説。遥か昔、天空には無数の星が輝いていましたが、その中でも特別な光を放つ星がありました。その星は星影と呼ばれ、夜空を見上げる人々に希望と慰めを与えていました。しかし、ある時、星影は突然姿を消し、世界は闇に包まれました。物語の主人公、レナは幼い頃から星影の物語を聞いて育ちました。星影が消えた真実の理由を知るため、そして星影を取り戻すため、彼女は冒険に出ることを決意します。レナは星影の伝説を綴った古い書物と先代の冒険者から受け継いだ星のかけらを持って旅立ちました。レナの旅は困難でした。彼女は厳しい自然環境を越え、星影にまつわる試練を乗り越えていきます。途中、彼女は星の精霊や古代の賢者たちと出会い、彼らから星影の秘密と闇を退ける方法を教わります。旅を続けるうちに、レナは星影が消えた真実を知ります。星影は世界の平和を守るために、自らの光を闇に捧げたのでした。しかし、その犠牲によっても、完全には闇を退けることができず、星影は闇の中で苦しんでいました。レナは星のかけらと自らの勇気を持って闇と対峙します。星の精霊や賢者たちの力を借り、彼女は闇を浄化し、星影を解放します。星影は再び夜空に輝きを取り戻し、世界には再び希望の光が満ちました。物語の終わりに、レナは星影と共に夜空を旅する守護者となります。彼女の冒険は星影の伝説として後世に語り継がれることになります。星影の伝説は失われた光を取り戻すための冒険の物語であり、希望を失わずに困難に立ち向かう勇気の大切さを伝えます。レナの旅は私たちにも暗闇の中で光を見つけ出し、輝かせる力が自分自身の中にあることを教えてくれます。失われた宝石の謎。かつて、遥かなる大陸の隅に、美しくも神秘的な宝石が眠ると言われる、秘密の島がありました。この宝石は、見る者すべてを魅了するほどの輝きを放ち、持ち主に無限の幸運をもたらすと伝えられていました。しかし、ある嵐の夜、宝石は突如として姿を消し、以来、誰もその場所を知る者はいませんでした。物語は、若き探検家、エリナが、この伝説を聞き、失われた宝石の謎を解き明かす旅に出るところから始まります。エリナは、古い地図と祖父から受け継いだ、羅針盤を頼りに、未知の海を渡り、島を目指します。長い航海の末、エリナは島に到着し、そこで出会ったのは、島を守るという不思議な生き物たちでした。彼らは宝石が失われた真実の物語をエリナに語り始めます。
宝石は決して失われたのではなく、その力を悪用しようとする者から守るため、島の精霊たちによって隠されたのでした。エリナは精霊たちと共に宝石を守る試練に挑みます。森の奥深く古代の遺跡を抜け、最後には光り輝く洞窟の入り口に立ちます。洞窟の中、宝石は美しい光の柱の中央に安置されていました。エリナがその光に手を伸ばすと、宝石から優しい声が聞こえます。真の勇気と純粋な心を持つ者のみが、私の力を受け継ぐことができる。宝石の試練を乗り越えたエリナは、宝石の真の価値が、その輝きではなく、心の豊かさにあることを理解します。島を後にする際、宝石はエリナの心に永遠の光と幸運をもたらす約束をしました。エリナは家に戻り、失われた宝石の謎が自分自身の内面を探る旅だったことを語ります。そして静かな夜、エリナの心は宝石から受け取った永遠の光によって穏やかな眠りにつきました。この物語は聞いているあなたにも心の中に眠る無限の可能性と幸運を見つける旅への招待です。輝く星の下で。昔々、遥かなる大陸の小さな村に、星々と語り合うことができる少女が住んでいました。彼女の名前はユナ。毎晩、ユナは村の外れにある丘に登り、輝く星の下で夜空を見上げ、星たちとささやかな会話を交わしていました。星たちは、ユナに遠い世界の物語や、遥か昔に失われた知識を教えてくれました。ある晩、星たちがユナに異変を告げました。遠い北の地にある星の王国が闇の力に脅かされているというのです。星の王国を救う鍵は、ユナの純粋な心と、彼女が持つ星々との絆にあると、星たちは言いました。ユナは、星の王国を救う旅に出ることを決心しました。彼女は、自らの運命を信じ、家族や友人との別れを告げ、一人旅立ちます。旅路は困難で、ユナは数々の試練に直面しました。厳しい自然、道の生物、そして闇の力の人たちが、彼女の前進を阻もうとします。しかし、ユナは決して諦めませんでした。星たちの導きと、途中で出会った仲間たちの助けを得て、彼女は困難を乗り越えていきます。旅の途中、ユナは知恵と勇気、そして真の友情の価値を学びました。ついにユナは星の王国にたどり着き、闇の力と対峙します。彼女の純粋な心と星たちから授かった光の魔法が闇を打ち消し、王国に再び平和をもたらしました。星の王国の人々はユナを英雄として迎え、彼女と星たちとの特別な絆を称えました。ユナは故郷の村に帰り、星たちと共に過ごした冒険の物語を語り継ぎます。彼女の物語は、星の下で輝く希望と夢を象徴し、聞く者すべてに勇気とインスピレーションを与えました。輝く星の下では、希望と冒険の物語であり、心の純粋さがいかに大きな力を持つかを教えてくれます。ユナの旅は、私たちにも自分自身の星を見つけ、その光を追い続ける勇気を与えるのです。宇宙の狭間の冒険。未来のある時代、人類は宇宙の秘密を解き明かすための技術を発展させていました。その中心には宇宙の狭間を航行する能力がありました。これは宇宙の異なる点を瞬時に結ぶ想像を超える旅の技術です。物語の主人公、アキラは若き科学者であり、この技術を駆使して未知の宇宙を探検するミッションに参加します。アキラとそのチームは宇宙の狭間を通じて人類がこれまでに目にしたことのない星系や銀河を探検します。彼らはその旅の中で美しい星雲、複雑な生態系を持つ惑星、
そして未知の生命体と遭遇します。しかし、この未知の美しさとともに予測不可能な危険も潜んでいました。ある日、アキラたちは宇宙の狭間を航行中に未知の異常現象に遭遇し、彼らの船は未知の領域に引き込まれてしまいます。そこは宇宙の法則が通用しない奇妙な空間でした。アキラたちはこの空間からの脱出方法を見つけ出すため、未知の領域を探検することになります。この空間の中で、アキラたちは、時間と空間が歪む現象、理解不能な物理法則に支配される世界、そして、この領域を管理すると、おぼしき高度な知性を持つ、生命体に出会います。アキラたちは、この生命体とのコミュニケーションを通じて、宇宙の狭間の秘密と、宇宙の成り立ちについての手がかりを得ることに成功します。最終的に、アキラたちは、未知の知性との共同作業により、自らの世界へ戻る方法を見つけ出します。彼らの旅は、人類にとって、新たな宇宙理解の扉を開き、宇宙の狭間を航行する技術の、さらなる発展につながりました。宇宙の狭間の冒険は、未知への好奇心と探求心、そして異なる存在との交流を通じて理解を深めることの大切さを教えてくれる物語です。アキラとそのチームの旅は我々にも知られざる世界への一歩を踏み出す勇気を与えます。深海の秘密。かつて深く静かな海の底には人々が忘れ去った古の秘密が眠っていました。その中には美しいが謎めいた深海の王国があり、この王国は海の精霊たちに守られていました。この物語はその秘密を偶然発見した一人の少年、誠の物語です。誠は海が大好きな少年で、いつも海岸で時間を過ごしていました。ある日、彼は不思議な輝きを追いかけて、知られざる深海の領域へと導かれました。水中の洞窟を抜けると、彼の目の前に広がっていたのは、光り輝くサンゴの城でした。それが、深海の王国の入り口でした。王国に足を踏み入れた誠は、海の精霊たちと出会い、彼らから王国の歴史と秘密を聞かされました。王国は、古くから地上の世界とは、別の平和を保っており、その存在は上の世界に影響を与えないようにと隠されていたのです。海の精霊たちは誠に海の保護者としての役割を伝えました。海と地上の世界が調和して生きるためには、人々が海を守り、その美しさと重要性を理解する必要があると。誠はその使命を受け入れ、地上に戻って海の大切さを伝えることを誓いました。物語の最後に、誠は再び海岸に立ち、遠く深海の王国を思いながら、地上の世界に海の秘密とその保護の重要性を広めることを決意します。そして彼は心地よい海の音に包まれながら、穏やかな眠りに落ちていきました。深海の秘密は、我々が知らない美しい世界が、そこかしこに存在していること、そしてその全てを大切にする責任が、我々にあることを教えてくれます。そして今夜、あなたもこの物語を夢見て、深海の王国を訪れるかもしれません。時空を超える冒険。かつて、遥かな魔法の大陸に、時空を超える力を持つ伝説の石が存在したとされます。この石は、選ばれし者だけがその力を解放できると言われ、多くの魔法使いや冒険者がその秘密を求めて旅をしてきました。物語の主人公、リオンは若き魔法学者で、この伝説に魅了されていました。リオンの冒険は、祖父が残した一冊の古い日記から始まりました。日記には、時空の石を探す旅のヒントが記されており、リオンは、それを手がかりに旅立ちます。彼の旅は、過去と未来、異なる次元を渡る、壮大なものでした。旅の途中でリオンは、
古代の魔法使い、時を操る妖精、そして未来からやってきた冒険者といった様々な時代や世界から来た仲間たちと出会います。彼らはそれぞれに時空の意志をめぐる自らの物語を持ち、リオンと共に旅をすることになります。彼らが時空を超える旅を続ける中で、リオンは多くの困難に直面します。過去の世界では古代の呪いと戦い、未来の世界では進化した魔法の謎を解き明かさなければなりませんでした。しかし、仲間たちの助けを借り、リオンはこれらの試練を乗り越え、ついに時空の石の秘密を解き明かします。時空の石は単に時を超える力を持つだけではなく、使う者の心を映し出し、真の願いを叶える魔法の石でした。リオンと仲間たちは石を使ってそれぞれの時代や世界に平和をもたらすための重要な役割を果たすことになります。時空を超える冒険は友情と勇気、そして夢を追う心の重要性を教えてくれる物語です。リオンの旅は我々にも自分の内にある可能性を信じ、時には未知の世界への一歩を踏み出す勇気を与えてくれるのです。異界への誘い。かつて平穏な村に住む少年ユウトは不思議な夢を見るようになりました。夢の中で彼は常に同じ古代の門の前に立っており、門の向こう側から優しい声による誘いを受けます。その声は異界への入り口を守る守護者のものでした。ユウトは夢の中で何度もその声に導かれ、ついに現実世界でその古代の門を見つけ出します。門は村の近く、誰も足を踏み入れない深い森の中に隠されていました。ユウトは門をくぐり、自らを異界への誘いに応じる決心を固めます。彼が足を踏み入れたのは人間とは異なる生き物が共存する不思議な世界でした。そこは魔法が日常的に使われ、神秘的な生物が人々と交流する場所でした。ユウトは異界で多くの友人を作り、その世界の住人たちと冒険を繰り広げます。彼はまた異界が直面している危機についても知ることになります。異界の平和を脅かす強大な敵が現れ、ユウトは新たに得た友人たちと共にその敵に立ち向かうことになります。冒険を通じてユウトは自らの勇気と決断力を試されます。彼は異界の魔法を学び、守護者から授けられた特別な力を使って敵との戦いに挑みます。そしてユウトと彼の仲間たちは結束力と友情を武器に異界の平和を守るための戦いに勝利します。物語の終わりにユウトは自分の居場所が異界であると感じ、異界の住人として新たな生活を始めます。しかし彼は時折現実世界の家族や友人のことを思い出し、二つの世界をつなぐ架け橋となることを誓います。異界への誘いは未知への好奇心と冒険心、そして異なる世界を受け入れる心の広さを描いた物語です。ユウトの旅は我々にも異なる視点を持ち、未知の世界に対する恐れを乗り越える勇気を与えます。愛と復讐の果て。かつて東一で二つの王国がありました。一つは愛と平和を信じるエレナ王国、もう一つは力と復讐を望むリオス王国でした。両王国の間には長い間不和がありましたが、その原因は遥か昔、一つの悲しい愛の物語に遡ります。エレナ王国の王子とダリオス王国の姫が互いに深い愛情を抱き合うものの、両国の対立により、その愛は許されませんでした。王子と姫は愛のためならば世界のすべてに立ち向かうと誓い合いました。しかし運命は残酷で二人の愛は悲劇に終わります。王子は戦で命を落とし、姫は絶望の中自らもこの世を去りました。それから数世代が経ち、両国の間の不和は復讐心として受け継がれていました。
しかし、エレナ王国の現王とダリオス王国の現女王は、過去の悲劇を繰り返さないために和平を結ぶことを決意しました。和平の象徴として、両国の境界に庭園が作られ、その中央には、かつての王子と姫の像が建てられました。彫像は手を取り合い、互いの目を見つめ合っていました。この庭園は愛と復讐の果てと名付けられ、訪れる者たちに愛が復讐を超えることができるというメッセージを伝えています。物語は、この庭園で一人の老婆が孫にかつての愛の物語と和平の重要性を語り聞かせる場面で幕を閉じます。老婆の言葉は愛と許しの力を強調し、復讐の連鎖を断ち切ることの大切さを教えています。そして物語を聞いたあなたは、ゆっくりと目を閉じ、心穏やかに眠りにつきます。愛と復讐の果ての物語は、深い平和と許しのメッセージをあなたの心に残し、穏やかな夜をもたらすのでした。異界の扉。かつて平和な村の隣に広がる深い森の奥深く、誰も足を踏み入れたことのない場所に異界への扉が隠されていたと言われています。この扉は月明かりが満ちる夜にのみ現れ、開く鍵を持つ者だけが異界への旅をすることができると伝えられていました。物語の主人公、カイは好奇心旺盛な若者で、この伝説に魅了されていました。ある夜、彼は森を探検し、古代の文様が刻まれた大きな石の扉を発見しました。扉は静かに輝いており、カイは手にしていた古びた鍵がぴったりと合うことに気づきました。彼はこの鍵を祖父から受け継いでおり、その真の価値を今になってようやく理解したのです。カイが鍵を回すと扉はゆっくりと開き、彼の前に見たこともない世界が広がっていました。そこは光り輝く植物、不思議な生き物、そして空中を舞う魔法使いや妖精たちが住む魔法に満ちた異界でした。カイはこの新しい世界を探検することに夢中になりました。彼の旅は魔法と冒険に満ちていました。カイは異界の住人たちと友情を育み、彼らから魔法の使い方を学びました。また、彼はこの世界を脅かす、古の呪いを解くための冒険に挑み、異界の平和を守る重要な役割を果たすことになりました。冒険の終わりに、カイは異界の扉を通って自分の世界へと戻りましたが、彼はもはや以前の自分ではありませんでした。彼の心には勇気と魔法の知識が満ち溢れており、村に帰った彼は自分の経験を通じて学んだことを村人たちと共有しました。異界の扉は冒険と自己発見の物語であり、魔法の力と友情の大切さを教えてくれます。カイの旅は私たちにも自分自身の異界の扉を見つけ、開く勇気を与えてくれるのです。彼方の世界への扉。かつて現実世界とは別の次元に彼方の世界と呼ばれる神秘的な場所が存在していました。この世界は現実の悩みや痛みから逃れたい者たちにとっての避難所であり、また冒険と発見の地でもありました。しかし、彼方の世界への扉は選ばれし者にしか見つけることができませんでした。物語の主人公、マイヤは偶然にも彼方の世界への扉を見つける少女です。彼女は困難な現実から一時的に逃れ、新たな可能性を求めて、この扉をくぐり抜けます。彼方の世界は、マイヤの想像を超える美しさと不思議で満ちており、彼女はそこで様々な出会いと経験をします。マイヤが彼方の世界で出会うのは、優しい心を持つ魔法を使い、自由を愛する風の精霊、そして忘れ去られた古代の知恵を守る賢者たちです。彼らはマイヤにこの世界だけでなく、彼女自身の内面にも秘められた力と美を教えてくれます。
しかし、彼方の世界には、その平和を乱す存在も潜んでいました。闇の力が、この世界のバランスを脅かし始めると、マイヤは新たな友人たちと共に、その脅威に立ち向かうことになります。この過程で、マイヤは自らの勇気と決断力、そして愛と友情の力を発見します。最終的に、マイヤと仲間たちは困難を乗り越え、彼方の世界に再び平和をもたらします。この経験を通じて、マイヤは自分が現実世界で直面している問題にも立ち向かう勇気を得ます。彼女は、彼方の世界から学んだ教訓を胸に、現実世界へと帰還します。物語の終わりに、マイヤは、彼方の世界への扉が、自分の心の中にも存在することを理解します。彼女は、その扉を通じて、いつでも希望と癒しを見つけることができると悟ります。彼方の世界への扉は、現実と空想の間の旅を描いた物語であり、自分自身の内に秘めた力を信じることの大切さを教えてくれます。マイヤの物語は、私たちにも自分の心にある扉を見つけ、新たな世界への一歩を踏み出す勇気を与えます。幻想の王国。かつて、この世界のどこかに、見るものすべてを魅了する幻想の王国がありました。この王国は、現実の枠を超えた場所にあり、夢と現実が交差する、不思議な空間でした。王国には、色とりどりの花が咲き乱れ、空には、常に虹がかかっており、夜になると、星が地上に降りてくるかのように輝いていました。幻想の王国の中心には、光り輝く水晶の城がありました。この城は王国の守り神であり、平和と調和の象徴でした。城の中には時が流れる速さが異なり、訪れる者は自らの心に秘められた願いを見つけることができました。ある時、遠く離れた村から一人の少年が王国を訪れました。少年は困難に直面しており、心に深い悩みを抱えていました。水晶の城にたどり着いた彼は、城の中で不思議な旅を始めました。旅の途中で少年は、様々な生き物や幻想的な存在たちと出会い、それぞれが持つ独特の知恵や教訓を学びました。最も深い部屋にたどり着いた時、少年は大きな鏡と対峙しました。鏡の中には少年自身の姿が映っていましたが、何かが違っていました。鏡は少年に自分自身の中にある無限の可能性と困難を乗り越えるための力を示していました。王国を後にするとき、少年はもはや以前の自分ではありませんでした。彼は自信と希望を胸に新たな一歩を踏み出す準備ができていました。幻想の王国は少年に自分自身と向き合い、心の中にある真実を見つける勇気を与えてくれたのです。少年が村に戻ると、彼の周りの世界は変わっていませんでしたが、少年の見る世界は変わっていました。彼は幻想の王国で得た知恵を生かし、日々の生活に希望と光をもたらしました。そして夜が訪れ、少年は心地よい眠りにつきました。夢の中で彼は再び幻想の王国を訪れ、新たな冒険が始まりました。物語は終わりますが、幻想の王国の旅は永遠に続きます。あなたも今夜、夢の中で幻想の王国を訪れるかもしれません。宇宙の果ての秘密。かつて魔法の世界では宇宙の果てにあるとされる秘密の場所が伝説として語り継がれていました。この伝説を信じる若き魔法使いセリナはその秘密を解き明かすことを心に決めていました。彼女は魔法の地図と古代からの手紙を手に宇宙を旅するための魔法の船を作りました。セリナの旅は魔法の世界の知られざる隅々を探検することから始まりました。彼女は未知の星々を訪れ、魔法の生き物や他の魔法使いたちと出会い、
それぞれから世界の違う面を学びました。彼女の旅は宇宙の奥深くに隠された英知を求めるものでした。旅を続けるうちに、セリナは宇宙の果てに近づいていることを感じ取ります。そしてついに、彼女は宇宙の果てとされる場所にたどり着きました。そこは無限の光に包まれた神秘的な空間で、時間も空間も意味を持たない場所でした。この場所で、セリナは宇宙の果ての秘密を見つけます。それは宇宙と魔法の源が一つであるという古代の真実でした。魔法の力は宇宙そのものから湧き出ているのです。セリナはこの真実を理解することで自分の魔法の力が無限になることを悟りました。セリナは魔法の世界に戻り、自分の旅と発見を人々と共有しました。彼女の話は他の魔法使いたちにも新たな可能性を示し、宇宙の果ての秘密は魔法の世界に新たな理解をもたらしました。宇宙の果ての秘密は探求と発見の物語であり、内なる力を信じ、未知に挑む勇気の重要性を伝えます。セリナの旅は我々にも自分自身の限界を超え、新たな世界を発見する勇気を与えてくれるのです。空想の果ての真実。かつて知られざる陸地に空想と現実が交差する場所があると言われていました。この地を知る者は誰もおらず、その存在は伝説としてのみ語り継がれていました。物語の主人公、エリオットは若き作家で、常に現実と空想の境界線に立ち、創作のインスピレーションを求めていました。エリオットの元にある日、古い地図が届きます。地図には空想と現実が交差する伝説の地空想の果てへの道が示されていました。エリオットはこの地図が導く冒険が自らの作品に新たな生命を吹き込む鍵であると確信し、旅立つことを決意します。旅の途中、エリオットは現実世界では考えられないような奇妙な現象や生き物に遭遇します。彼は空想の生み出す創造物と対話し、彼らから多くの教訓を学び取ります。しかし、旅を続けるうちに、エリオットは空想と現実の境界がますます曖昧になっていくことに気づきます。ついに空想の果てに到達したエリオットは衝撃的な真実を目の当たりにします。そこには彼自身の創作した物語やキャラクターたちが生き生きと存在していたのです。この地は作家たちの空想が現実となる場所であり、エリオットの作品もまた、この世界に影響を与えていたのです。エリオットは空想の果てで過ごした時間を通じて、創作の力と責任を深く理解します。彼は自らの作品が現実世界に与える影響を真摯に受け止め、新たな創作への姿勢を見出します。帰路についたエリオットは空想と現実の両方に根ざしたより深い真実を描く作品を世に送り出すことを誓います。空想の果ての真実は創造の力とその影響を探求する物語であり、我々に対して想像力の果てにある未知の可能性に目を向ける勇気を与えてくれます。エリオットの旅は読者にも自らの内なる世界と現実世界との関わりを見つめ直す機会を提供します。終わりなき冒険。かつてないほど遠い国に名もなき小さな村がありました。この村の外れに一人の少女リナが住んでいました。リナは夢見がちな少女で、いつも壮大な冒険に憧れていました。しかし、彼女が住む村は平和そのもので、冒険を求める場所ではありませんでした。ある夜、リナは不思議な夢を見ました。夢の中で古代の賢者が彼女に話しかけ、真の冒険は外の世界ではなく自分の心の中にある。と教えてくれました。目覚めたリナはその言葉の意味を探求するため、村の外れにある古い森へと足を運びました。
森は厚い霧に覆われていて、何が待ち受けているのか、全く見えませんでした。リナは勇気を出して霧の中へと進み、やがて彼女は自分自身の恐れや疑問と向き合い始めました。森を進むにつれて、リナは自分の心の中に秘められた力や、これまで見過ごしていた美しさに気づき始めました。最深部にたどり着いた時、リナは輝く光の中に立つ古代の木を見つけました。木は彼女に真の冒険が自分自身を理解し、成長させる旅であることを告げました。そしてその旅は決して終わることはなく、人生そのものが終わりなき冒険であることを教えてくれました。リナは森から出て村へと戻りましたが、彼女の心は変わっていました。彼女はもう外の世界で冒険を求める必要はないと感じました。なぜなら彼女が本当に求めていたのは自分自身の内面にある無限の可能性を探求することだったからです。その夜、リナは安らかに眠りにつきました。彼女の心は自分自身の中に新たな世界を発見した喜びと、これからも続く終わりなき冒険への期待で満たされていました。そして遠く離れたあなたもこの物語を聞いて自分自身の心の中にある終わりなき冒険を見つけることができるでしょう。無限の遺産。かつて世界の果てに位置する古の島には夢と現実が交錯する不思議な力が宿っていました。この島は無限の遺産と呼ばれ、多くの冒険者や学者がその秘密を解き明かそうと試みてきましたが、誰もその真実にたどり着くことはできませんでした。物語の主人公、ソフィアは偶然にも古い地図を手に入れ、その地図に導かれるままに無限の遺産を目指すことになります。ソフィアは生まれつき、夢を見るときに未来の断片を見ることができる特別な力を持っていました。彼女はこの力を使い、無限の遺産への道を切り開いていきます。旅の途中、ソフィアは夢と現実の境界が曖昧な場所で様々な不思議な出来事に遭遇します。彼女は時には夢の中で謎を解き、時には現実世界で手がかりを見つけ出し、徐々に島の秘密に近づいていきます。無限の遺産にたどり着いたソフィアは、島が古代の魔法使いによって作られた夢と現実の間の扉であることを発見します。この扉を通じて、人々は自らの最も深い願いや恐れを体験し、それを通じて成長することができました。ソフィアは島の力を悪用しようとする者たちから遺産を守るため、自らの夢を駆使して立ち向かいます。彼女の冒険と成長を通じて、無限の遺産は再び世界にその価値を示すことになります。物語の終わりに、ソフィアは自らの力と無限の遺産の真実を理解し、人々が夢と現実の間でバランスを取りながら生きることの大切さを説くようになります。無限の遺産は夢と現実の狭間で繰り広げられる冒険の物語であり、自らの内面と向き合い、真の自分を見つけ出す旅でもあります。ソフィアの物語は我々にも夢を大切にし、それを現実に生かす勇気を与えてくれます。光さす未知への道。世界の端にあるとされる神秘の森の奥深く、伝説によれば光さす未知への道が隠されていると言われていました。この道は選ばれし者だけが見つけることができ、その先には想像を超える世界が広がっているとされています。若き冒険者アリスはこの伝説を追い求める旅に出ます。彼女には幼い頃に亡くなった祖母から聞いた光さす未知への道の物語が心の支えでした。祖母はかつてその道を見つけ、奇跡のような体験をしたと語っていました。アリスの旅は困難に満ちていましたが、彼女は失敗を恐れず常に前進し続けました。森の中で彼女は不思議な生き物たちと出会い、
時には助けられ、時には試されます。彼女が出会うすべての生き物たちは、光さす未知への道を見つけるためのヒントを、かすかに示していました。ついに、アリスは森の最も深い場所にたどり着きます。そこには太陽の光が差し込む小さな開けた場所があり、中央には古びた石のアーチが立っていました。このアーチこそが光さす未知への道の入り口だったのです。アーチをくぐると、アリスの目の前に広がったのは、輝く光に満ちた未知の世界でした。この新たな世界では、色とりどりの光が空を舞い、未知の花々が地を覆い尽くしていました。アリスはここで、かつて祖母が語った奇跡の物語が真実であることを悟ります。そして彼女自身も新たな物語の一部となり、未来の世代に伝えるべき新しい知識と経験を得るのでした。光さす未知への道は、未知への探求と冒険の物語であり、勇気と好奇心がもたらす無限の可能性を示しています。アリスの旅は、我々にも見知らぬ世界への一歩を踏み出す勇気を与え、夢を追い求める大切さを教えてくれます。星空の誓い。昔々、遠い国の小さな村に、エマという名前の少女が住んでいました。エマは星空を眺めるのが大好きで、毎晩家の小さな窓から星たちに話しかけていました。彼女は星たちを親友のように思っており、星たちもまたエマの声を聞くのを楽しみにしていました。ある夜、村に突然、厳しい冬の嵐が訪れました。嵐は村を長い間覆い、星たちは雲に隠れてしまいました。エマは星たちの安全を心配し、彼らに再び会えることを切に願っていました。数日が過ぎ、嵐がようやく収まると、エマは外に出て星空を見上げました。しかし、以前ほどの星は見えず、彼女の心は寂しさでいっぱいになりました。その夜、エマは星たちに誓いを立てました。私たちは再び会うでしょう。そして次に会った時、私たちの絆はもっと強くなるはずです。その後の夜、エマは毎晩外に出て、星たちが戻るのを待ち続けました。そしてある夜、空が晴れ渡り、無数の星が再び輝きを取り戻しました。星たちはエマの誓いを聞き、彼女の信じる心に応えてくれたのです。エマは涙を流しながら星たちに感謝の言葉を述べました。私たちは再び会えましたね。これからもずっと友達です。星たちは彼女の言葉に光を増し、暗い夜空を明るく照らし出しました。この夜からエマと星たちの絆は以前よりもずっと強いものになりました。星空の下で立てた誓いはエマにとっても星たちにとっても忘れられないものとなりました。そしてエマは心地よい眠りにつきました。星空の下で交わされた誓いは彼女の夢の中でも輝き続けました。この物語を語り終える頃には聞いているあなたも穏やかな眠りに誘われるでしょう。星空の誓いがいつまでもあなたの心を温かく照らし続けますように。異世界の守護者。遥か彼方の異世界に4つの元素、地、水、火、風、土が調和して流れる国がありました。この国は古代から続く守護者によって平和が保たれていました。しかし、ある時、平和を乱す強大な闇の力が現れ、国は危機に瀕します。この危機の時、地球から偶然異世界に迷い込んだ普通の少年匠が意外な役割を担うことになります。匠は異世界に迷い込んだその日から自分が特別な力を持っていることに気づき始めます。彼はこの異世界の守護者たちと出会い、共に闇の力と戦う運命にありました。守護者たちは匠を迎え入れ、4つの元素の力を操る術を授けます。匠は地の力で大地を揺るがし、
水の力で流れを操り、火の力で闇を照らし、風の力で空をかけます。訓練を重ねるうちに、彼は異世界の守護者としての進化を発揮し始めます。闇の力の源泉を突き止める旅の中で、匠と守護者たちは様々な困難に直面します。強大な敵との戦い、裏切り、そして失われた古代の知識の探求。しかし、彼らは互いに信頼し合い、困難を乗り越えていきます。最終的に、匠は闇の力の真実を見つけ出し、異世界に平和をもたらす鍵を握ることになります。彼の持つ特別な力と、守護者たちとの絆が、闇を光に変える力となったのです。物語の終わりに、匠は地球に帰ることを選びますが、異世界との深い絆は、永遠に彼の心に残ります。彼は、異世界の守護者としての経験を胸に、地球での新たな人生を歩み始めます。異世界の守護者は、勇気と友情、そして異なる世界を守るために立ち上がることの大切さを教えてくれる物語です。匠の旅は、私たちにも自分自身の内に秘めた力を信じ、大切なものを守るために行動する勇気を与えます。異次元の旅人。この物語は、異なる次元を旅することができる、特別な能力を持つ少年、カイについてです。カイは、普通の生活を送っていたが、ある日突然、自分が異なる世界に足を踏み入れることができることに気づきます。最初は恐れと不安に満ちていたカイでしたが、徐々にこの能力を使って、未知の世界を探検する勇気を持つようになります。カイの旅は、各次元の世界が直面している困難や問題を解決する使命を帯びています。彼は自分の能力を使って次元の間を移動し、出会う人々を助け、それぞれの世界をつなげる架け橋となります。カイは次元を超えた友情と愛を見つけ、異なる文化や価値観を学び取ります。しかし、カイの旅は危険も伴います。次元間を移動する能力を狙う敵が現れ、彼と彼が助けた世界を脅かします。カイは自分の能力の真の意味と、それを使う責任を理解し、敵に立ち向かわなければなりません。物語のクライマックスでは、カイは異次元の旅人としての役割を受け入れ、最大の試練に挑みます。彼は自分だけが持つ特別な力を使って、異なる世界をつなぐ最後の門を開き、次元間の調和を取り戻すことに成功します。異次元の旅人は勇気と探求心、そして異文化間の理解と和解の重要性を描いた物語です。カイの冒険は我々にも未知への一歩を踏み出す勇気を与え、異なる世界への理解と共感を深めるよう促します。魔女の呪い。昔々、静かな村の近くに暮らす優しい魔女がいました。彼女は人々を助け、病を癒し、幸せを分かち合っていました。しかし、ある日、誤解から村人たちとの間に亀裂が生じ、彼女は悲しみのあまり、村に永遠の眠りの呪いをかけてしまいます。呪いを受けた村は深い霧に包まれ、時が止まったかのように静まり返りました。村人たちは深い眠りにつき、目を覚ますことができませんでした。時は流れ、ある冬の夜、一人の若者がその村を訪れました。彼の名前はリオ。リオは世界中を旅する冒険者で、どんな困難にも立ち向かう勇気を持っていました。村にたどり着いた彼は、不思議な静けさと美しい霧に魅了されました。リオは村の秘密を解き明かそうと魔女の家を探し当てました。家の中で彼は悲しみに暮れる魔女と出会います。彼女は自分の行いを後悔し、呪いを解く方法を探していたのです。リオは魔女と力を合わせ、呪いを解く冒険に出ることを決意しました。二人は古い魔法の書を手がかりに、
解除の儀式を行うために必要な材料を集め始めます。旅の途中で多くの試練に直面しましたが、リオの勇気と魔女の魔法があれば、どんな困難も乗り越えることができました。ついに彼らは儀式を完成させ、深夜の森の中で呪いを解くことに成功します。霧が晴れ、月明かりが村を照らし出すと、村人たちは次々と目を覚まし、新たな朝を迎えました。魔女と村人たちは互いに許し合い、かつての誤解を乗り越えました。リオは英雄として称えられ、村に平和が戻りました。そしてリオは次の冒険に向けて村を後にしましたが、村人たちは彼のことを決して忘れません。夜が更けていく中、あなたもこの物語と共に穏やかな眠りにつきます。魔女の呪いも、リオと魔女の勇気ある冒険も、夢の中で美しい物語として蘇るでしょう。元寇の旅路。かつて世界は光と影で満たされていた。しかし、その均衡はある時失われ、世界は暗闇に包まれた。この暗闇の中で一筋の元寇が現れる。それは若き魔法使いアリアが発見したものだった。アリアは元寇が世界に再び光を取り戻す鍵であると信じ、その源を求める旅に出る。アリアの旅は困難に満ちていた。闇の生き物たちが彼女の前進を阻もうとし、迷いの森、忘れられた谷、そして凍てつく山々を越えなければならなかった。しかし、彼女は途中で出会う友人たちの助けを借りながら、困難を乗り越えていく。一人は勇敢な戦士レオン、もう一人は賢い妖精ミナだった。二人はアリアの使命を理解し、彼女を全力で支えた。元寇を追い求めるうちに、アリアは自らの魔法の力が増していくのを感じた。彼女は光と闇の魔法を使いこなし、旅の途中で遭遇する様々な障害を克服していく。そしてついに元寇の源がある場所にたどり着いた。それは古の時代から光と影のバランスを保っていた神秘の祭壇だった。祭壇の前でアリアは元寇が示す真実を理解する。世界の均衡を取り戻すには光と闇を受け入れ、共に生きることの大切さを世界に示さなければならない。アリアは祭壇に自らの魔法の力を注ぎ込み、失われたバランスを取り戻そうとする。その瞬間、元寇は輝きを増し、世界中に広がり始めた。アリアの勇気ある行動により、世界は再び光と影の調和を取り戻す。人々はアリアと彼女の仲間たちを英雄として称え、世界中にその物語が語り継がれることになった。アリアの旅は、元寇の旅路としてだけでなく、内なる光を見つけ、それを世界と共有する旅としても、人々の心に深く刻まれたのであった。星に願いを。かつて星々が語りかける夜、孤独な少女ミナはいつも一つの願いを心に抱いていました。彼女は両親を幼い頃に亡くし、遠い親戚のもとで暮らしていましたが、本当の家族の愛を知らずに育ちました。ミナの唯一の慰めは夜空を見上げることでした。星々は彼女に友情と希望を与え、彼女はいつか星のように輝くことを夢見ていました。ある夜、流れ星が空を横切り、ミナは心から願いを込めました。本当の家族の愛を感じることができますように。その願いは、古代からの魔法を宿す星に届きます。その星は、ミナの純粋な心に動かされ、彼女に特別な力を授けます。それは、人々の心をつなげ、彼らの孤独を癒す力でした。ミナは、この新しい力を使って、町の人々と深い絆を築き始めます。彼女は、孤独な人々の元を訪れ、心を開き、互いを理解することの大切さを教えます。
ミナの周りには次第に温かいコミュニティが形成され、彼女はついに本当の家族の愛を感じるようになりました。しかし、ミナの力には試練も伴いました。彼女の力が人々を幸せにする一方で、その力を利用しようとする者たちも現れました。ミナは自分の力を守りながら、人々に本当の愛とは何か、どのようにして心を通わせることができるのかを示さなければなりませんでした。物語の終わりに、ミナは自分自身の心の光を信じ、人々の間に愛と理解を広めることが、本当の家族を見つける道であることを悟ります。星に願いを込めたあの夜から、ミナはもはや孤独ではなく、彼女の周りには愛に満ちた家族がいました。星に願いをは、孤独から愛と絆を見出す旅の物語であり、誰もが内に秘める光を信じ、互いを理解し、支え合うことの大切さを伝えます。ミナの物語は、私たちにも星のように輝く希望を与えてくれます。